雑談です。吉高です。はらせんということで始まりましたはらせんラジオ。陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日は何をしてたかと言いますと、打ち合わせをしておりまして、何の打ち合わせだったんだろうか。慣れ撮りをしておりましてね。今度また陣内くんのネタ撮りがありまして、それの新ネタの慣れ撮りをしておりまして、それと、映像チェックですかねをやっておりました。それから毎年ね、年末に収録して、年始に放送するドリーム東西の打ち合わせもやっておりまして、お楽しみにといったところですが、早速いきますよね。見ましたですわ。最愛の最終回ね、リアルタイムで見ながら配信もやってたんですが、だからちゃんともう一回改めて見直しまして、で、最初の感想というのはね、こんな終わり方かよっていうのが本当に思いましたね。見ながら思ったのは、本当にこんな終わり方ありって思ったんですけども、見直したところでも基本的には僕が納得いかなかった理由は変わらないですね。何が納得いかなかったっていうのは、加瀬がね全部やってたというか、ことごとくね、加瀬自身弁護士なんで、自ら犯罪に手を染めるってことは、なんていうんですかね、うまいやり方で逃げ切ったというかね、それが僕は納得いかなくて、最愛、リオのことを思って全てしてたことね、リオに対してそれが愛なのかって僕は思っちゃったんですね。だから悪いことと分かっていても自己死であったりとかっていうことになるんですけども、それが愛なのかなっていう。だから怒ってやることも愛というか、怒ってやることこそが愛だとは思うんですよね。だから注意できるかできないかね、これはもう完全にリオをもう甘やかしてるだけじゃないのかっていう気になってしまったんで、あれはね愛ではないだろうというのが僕の感想ですよ。だからダメなことはダメだと言えるのが本当の愛であって、それを黙認というかね、してしまうようなことは、それは俺は違うだろうって思ったんで、この最愛の最終回終わり方については僕は納得いかない。でもいろんな意見を見ると、リオのことを思ってやってて、火星の素晴らしい愛を感じたみたいなのを見るんですけど、それは僕は違うと思うんですよね。だからもう甘やかしてるだけだろう。厳しく注意できるのが本当の愛なんじゃないのかなって思ったんで、最終的に逃げ通したんですけども、その15年前の康介を殺害してしまったのは優がね、あれも事故といえば事故なんですが、刺しちゃったっつって、でお父さんのところに電話があるわけですよ、達夫さんのところに。でたまたま達夫さんと、たまたまってことはもうその時点で加瀬と達夫さんとは知り合いでおったわけで、っていうのもリオを大学というかね、製薬会社に入れるためのなんていうんですかね、打ち合わせというか、あれも兼ねておったんで、
その時からまあ知り合いでっていうところがあるんですが、そこで、リオがね、寝ちゃって大変、起きなくて大変だって、駆けつけたところ、まあ、コウスケがもうすでに亡くなっていて、ですぐにね、そこの時点で電話をね、リオもそういった昏睡というか、まあ睡眠薬で寝込んでいるというかね、起きないんで、それ救急車呼ぼうとするんですが、それを止めるんですね、まあ達夫さんが。だから悪くないといえば悪くないんですが、巻き込まれたというか、そこで歯車が狂っちゃったんですけども、でまあ片棒を担ぐじゃないですけども、まあリオはそういう状態です。その時の記憶がね、寝てて覚えがないわけですから、そこで達夫さん一人の責任にしていたというか、リオは気づかずにおってだったんですが、まあね、どうだろう、それもと思いながら、でそれに藤井が気づいて、大輝のところに来てね、こう話してたりもするんですが、であれは絶対一人でできることじゃないということで、まあ調べていくと、どうもこれは確かに一人ではできへんし、まあね、いろいろね、不起訴になってたり、不起訴というか、まあ優はあんな子供だったしとか、で達夫さんも亡くなってるし、それで事件はまあ一件落着というかね、片付いているっていうんですが、まあ蓋を開けてみればそうだったと。で一方、立花しおりの死に関しても、もうあれは完全に事故死と言い難い、まあ過失致死傷というかね、まあ揉み合った結果、事故死ですよね。でそれもやっぱり加瀬が関わっていたというか、収めようとしたんですが、まあ揉み合って、まあ、事故死という形なんですが、あれ過失があったかどうかね、裁判でねそれ争われたら、まあ事故死だろうという感じなんですがですよね。だからそこ引っかかるじゃないですか、っていうのがあって、でそれにいろいろしおりの死亡推定時刻がこれどうも薬の副作用で熱が出てたんで、繰り上がると、その時間帯に、アリバイのないのが誰だっつったら加瀬だったって、追いかけることになるんですが、そのね薬を変えていたっていう事実がまあわかるんですけども、それがねなんか理由付けがちょっとそれね、加瀬だって気づかせるため、その死亡推定時刻が繰り上がるぞっていうだけのトリックというか、それだけのために薬を変えたみたいな、まあ合わなくて変えたっていうことなんでしょうけど、それがやっぱりなんか都合良すぎるだろうって僕は思っちゃってね。でまあショッピングセンターでね、こう電話で、まあ、警察に追われて事情を聞こうとしてるんですが、そこをきれいに逃げおせるんですけど、あれ僕はね時、3階とかそれぐらいの高さだったんで、あっこからねエスカレーターなりでこう転落死するのかなってドキドキしながら見てたんですけど、あれをきれいにねこううまいこと逃げちゃってっていうのもね、なんか納得が僕は本当いかなかったな。ねえ、
本当にペンの下りもそうですよね。だから大事そうに先週でしたっけ、こう箱の入ったペンをこう覗いてるシーンがあって、あれはあずさからね改めてまたもらってたってことだったんでしょうけども、アキラさんが亡くなる時に揉み合って、であれも事故死といえば事故死ですけど、頭ゴツンとなった。それで倒れる時にアキラさんが胸ポケットから胸の内ポケットからこうペンを引き抜いて、それが証拠で上がるんですけども、あれもなんかみんな死に際にうまいことペンだけ引っこ抜きますかみたいなね。なんかそういうこうなんか都合が良すぎるっていう箇所が重なりすぎちゃって、風がああやってまたほんで最終的には逃げ通しちゃうっていうのは、僕はそれは最も風がいろんな人にというか、あずさそれからリオにも愛されていたんだなっていうところが、それが最愛なのかと思っちゃうと、それはでもやっぱりね、僕はちょっとね納得がいかなかったね。大輝にやっぱり頑張ってほしいというかね、大輝がいい思いをしてほしかったな。リオにね幸せかっつったら、リオは全くそれ気づいてないんで。気づいてない？だって風もういなくなっちゃってなんかおかしいだろとは思うはずなんですけどもね。知らぬが仏と言いますか、気づかないって思っちゃったんでね、なんかこれは僕はちょっとあまり納得しなかったな。ただ唯一ね、僕の想像というか予想が当たってたのは正信ね、長男、あれ何にもしてないのにねただ悪い顔つきだけでこう怪しまれてるやつだっていうのは最終的に当たってましたし、もっとそれ以上にひどいことされてましたね解任されちゃってね、それだけは僕の想像通りだったんです。いやー、風かそうですね。後藤も結局あの後自首するっつってね、そっち側に行きますよっつって面会の時に言ってましたけど、後藤も生きてたのもね、あれもちょっと驚きでしたけども、風か風だろうなっていう話は僕してたのかな。あんまりメモには残ってなかったんであれですけども、でもああいう終わり方かってちょっとね、だから物語としてね、まだこれ続けれそうじゃないですか。だから大輝に頑張ってほしいんです、僕としてはね。だったんですけども、それでね、優が弁護士になって、で風がこう後々捕まって優が弁護士になった時にこう風の弁護をするっていうドラマもこれ作れるなってちょっと思いましたけども、それでもこの最終回はちょっと大輝の気持ちになっちゃうと本当にやるせなくてね。リオは全く知らないところで、といえども風がおらんくなったんで、それ気づかないってね思いますけどね。だからそう気づいた時にもっと傷つくというかね、なんであの時ちゃんとってなるじゃないですか。これもうほんと一生わからないままというか、そこに蓋をしたままね、自分でも気づきたくないから蓋をしたままこの後生きていくのかと思うと、それはそれで辛いじゃないですか。って思うと、それはやっぱ愛がないなって僕は思っちゃいましたね。いやすごくよくできてたというか、都合のいい箇所が何箇所があったんであれだって感じてはしまいましたけど、だから本当に
大輝がね、大輝にもっと頑張ってほしかったなというか、って思って見ておりましたが、まあいろいろお楽しませてもらいましたというか、やっぱ吉高由里子の芝居がえげつねえな。まあ井浦新さんのね、逃げ切り勝ちというかね、まんまとやってのけだなって感じではありましたけども、いや素晴らしかった。いろんなこう、僕はそこまでなんていうのかね、こう腹立たしいというかね、そうなのかよっていう悔しさが大きいですけども、まんまとやられたなって思って見ておりますが、いや本当に面白かったんで、ぜひね、これ結末分かった上でまたね振り返ってみると、これ相当、この時の加瀬の発言はとか振る舞いはっていうのがあるんだろうなって思うと、パラビに入ってね、こうもう一周見るのもいいのかな、ね、あとディレクターズカットで DVD で出るっつってたんで、それはそれでまた楽しみだなとは思っておりました。最終回でしたけども、いやすごいドラマでした。僕的には本当に大輝の気持ちになっちゃって、やるせなしというか悔しいというか、それでもね、リオが幸せならね、最後手握ってるシーンなんかもね、ほんといろんな感情をこう踏み潰してね、それをまだリオに言わないっていうところがね、また大輝憎たらしいというかね、憎いじゃないですかと思ったらね、どんだけいい女なんだっていう話ではありましたけども、いや素晴らしかったね。結果僕はってね、なんか悔しいなっていう感じのが勝ちましたけども、素晴らしかったですね。いやー本当に楽しませてもらいました。最愛見逃し配信は TVer、 それからパラビで全話ね、DVD もね、楽しみではありますけども、そんな最終回でした。ぜひご覧になってくださいと。コント、お前あの時おったやろね、なんでか白川郷なまりというかね、あれが良かったですね。方言が、いやー面白いドラマでした。ぜひチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ありがとうございました。いやーしかし悔しいな、悔しい。